はい、こんにちは。柴崎ですよ。お元気ですか？今日は水彩画の基本の木、ティーカップを描いてみます。ね。はい、これですよ。そして、ティーカップです。はい、綺麗だね。はい。では、見てみましょうね。ここに取っ手があります。これをポイントにね、置き方を見てみましょうね。向こう側に見える、こっち側に見える。どっちがいいかな？こっちがいいですね。はい。では、もう一度ティーカップです。あなたもね、コテンゴテお家にあるでしょ？よかったら一緒に描いてみましょうね。はい。さあ、ティーカップを描くんだけども、ポイントがいくつかありそうです。まず、ここ楕円してますよね。で、ここ今ね、少しデコボコしているんだけども、これはちょっと無視して、まず楕円を大切に考えましょうね。そしてこの取っ手がこっちに出てきているという感じも大切ですね。はい、この楕円です。さあ、どんな風に見えるかな？ここも楕円だけどね。で、ここの模様のとこも楕円ですよね。で、これがお互いにどうなっているのか、そして基本形がどうなのか、じゃあ実際ね、やってみましょう。まず鉛筆で形描きます。ぐる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 っとね、手を動かしながら描いていきます。はい。最初うまくできなくてもね、大丈夫だから。はい。大変ですよ。こっちとこっち。ちょっとこう水平っぽくなるといいね。はい。そしてこの中心を通るね、ちょっと垂直線を描いておきましょうか。はい。これが底の部分です。ぐるぐるぐる。底の方がね、ちょっと余計丸く描きます。そして側面ですね。はい。どうかな？さあ、こういうところにほら模様の線がありますね。ここにもあります。これも同じ楕円だから描きましょうね。この辺りかな。こうやってきて、ぐるっと向こうに回る感じですね。はい、ここです。で、この線ですね。このピンクの線もこの辺りかな。こうやってぐーっと丸い意識をして描きます。はい。ね、描けたかな。では取っ手ですね。取っ手をどう見るかです。これ丸くなってんだけどね、少しね、これね、考え方を変えて、ちょっとデコボコしたようにこう考えるといいんだよね。はい。で、ここがね、カップにくっついてますよね。さあ、どこがくっついてるかですね。まず、この曲面に注目して、こういう感じかしら。ここですもんね。こう。はい。この位置をしっかり見てしまいましょうね。で、ここが、この間に、ここにくっついてるんだよね。で、これは随分下の方だよね。このくらい下の方かな。そして取っ手の部分がこっちから見えるとこんな感じに見えるかな。最初からあんまり丸くしないよね。ではお皿を描きます。これもさっきと同じです。ぐるぐるぐるっと丸く描いていきます。ね、向こう側にこうほら透けて見えるように考えましょうね。はい。では塗ってみましょう。まず最初ね、このくらいちょっと黄色っぽい色で塗ります。白いカップなのにこんな色塗るんですかと思ったでしょ？そうなんですよ。白いんだけどこのくらい色で塗ってきます。ねえ。ほら、これでね、日向と日陰を今描き分けてるんですね。日向は明るいのはもちろん、でも暖かい。日陰は暗いのはもちろん、冷たいっていう考えですから、さあ同じようにね、今度はここですよ。日向ですね。そして少しずつ日陰に移ってきます。こうやって丸くなってるんだもんね。うん。こうやって向こうにも丸くなってます。このくらいね、日向と日陰をね、色の明暗と暖色寒色で描き分けてみましょう。これもポイントですね。
白いものを描くときも色をしっかり使うというわけです。さあ、ここくるっと丸くなってます。こんな筆使いかな。そうしたら少しね、きれいな筆でここの色を取ります。これは反射の明るさというものですね。これも基本の木の大切な部分ですよ。さあ、取っ手の部分です。取っ手がこっちに出てきたように見えるといいね。まずさっきやった色でこのように丸く描きます。そして今度は日陰の部分ですから当然こんな色になりますね。このようにほら、だんだん取っ手がこう手前に飛び出てくるように見えるといいですね。ここですよ。はい、よいしょっとこれちょっと丁寧に描きましょうね。はい、ここ少し余計に暗くするとぐるっと回った感じに見えます。こうかな。どうでしょう。そしてこう来て、ここが本当はこのカップにくっついている部分ですよね。はい、でこれがカップに落ちた取っ手の影です。こんな感じかしら。はい。さあねえ取っ手とカップ全体の関係が見えてくればいいですね。ここでね。ちょっとこれは丁寧ですね。はい。これもね、そこの楕円を大切にちょっと書いておきます。ではこのお皿ですよ。お皿もね、さっきと同じような色に塗っていきます。ただここですね。この取っ手を手前にポンと飛び出た雰囲気をするために、実際よりもここちょっと暗く塗ります。このようにですね、空間を描くときには実際よりも色や明るさ暗さを誇張するというのも基本の木としてね、絵を描くときとっても大事なんですね。見えた通りだけ描くんじゃなくて、感じたように描いてみるということが大切です。では同じような色でまず全体を塗りましょう。こうだよね。ねえ、白いお皿だけど白く塗ってないんですよね。はい。この大切さは後になってくればまた見えてきますので、ちょっとお待ちくださいね。さあ今度はこのカップがお皿の上に落ちた日陰を描きます。このくらい暗くですね。このように描いていきます。はい。さあ全体が見えてきたので、今度は後ろに塗りましょう。まずきれいなお水をカップの近くまでこうやって塗っていきます。きれいなお水ですよ。はい。ここ大切なんだからね。そして暗い色を塗ります。流れてきますね。はい。このくらい思い切って暗い色を塗りましょう。ね。これも実は基本の木で大切なことなんですけども、今塗った色が下に垂れてきてますね。垂れてきてるんだけど、よく見てください。ほら、カップの中には流れ込んでこないですね。これは水彩画の絵の具の特徴です。水彩絵の具っていうのは濡れてる場所にはどんどん色が広がるんですけども、濡れていない場所には絵の具は広がっていかないんですね。これが水彩絵の具の基本です。ねえ。さあ、で後ろちょっと暗く塗ったでしょう。暗く塗ったらどうですか？カップが白く見えてきたと思いません？これもね、大切なことなんですね。最初ね、黄色く塗って変だなと思ったろうけども、そうではないんですね。はい。では模様を描きますよ。はい、模様です。こんな色かな。ね、この模様も楕円の形に合わせるように塗っていきます。こうですね。で、ただこの模様は黄色く塗るんじゃなくて、当然丸く。だから日向日陰という関係です。だんだんこんな暗めの黄色にしていきます。ここは大切ですね。
いつも丸い立体を意識した色にするんだということですね。はい。さあ、じゃあ一番向こう側まで塗っておきましょう。ほら、丸く見えてきたでしょう。ねえ、カップの丸みがこの模様をしっかり上手に描くことで見えてくるんですね。はい、こういうところ重要なことですね。では日陰をもうちょっと加えたりね。それからほら、グリーンなんか今入れましたよ。これは後ろの背景に使った柴崎の色を入れたんですね。こうやってね、背景にある色をちょっと加えてあげると、絵がね、すごく空間と一体化してきます。さあ、ね、お皿の模様も描いていきます。こんな感じだよね。どうかな？カップの丸みや、それから取っ手が手前に出てくる感じがだんだん強調されてきたと思います。こうですね。はい。ね、こういう定型のものってやっぱり書いてみるとやっぱり面白いし勉強になるんですね。では暗い色でこのお皿のね、底の部分、ちょっとだけ顔を覗かしている底の部分を塗りましたよ。どうかしら。さあ、今度は床を塗ります。またさっき背景を塗ったと同じやり方できれいなお水をまず塗りましょう。そして暗い色を思い切って塗るんでしたよね。このくらいです。思い切って暗い色を塗ることによって今回のお皿やカップが明るくて白いものに見えてくるというわけですね。大切な基本の木です。ものの明るさというのは一個では決まらないんですね。他のものとの比較で決まりますので、このカップを白く見せるためには、例えば背景だったり今塗ってる床だったり、ここを思い切って暗く塗る。ここがね、やっぱり絵を描く上で大事なことなんですね。水彩画を描くときにどうしてもね、色が淡く赤く明るくなりがちのあなたは、この参考にしてね、これを思い切って暗い色を塗ってください。暗くなりすぎたらちょっと絵の具を取ればいいんですからね。さあ、そうしたらやっぱり絵だからね、楽しんでみましょう。こう絵の具を飛ばしてみたりしてね、水彩画を楽しむ。ここも大切なことですね。ついこうデッサン的な絵描いてるとね、絵がカチカチになっちゃうけども、色をどんどん加えたりね、水彩画としての楽しみも合わせてやってみます。はい。ではここで、床に落ちたこのティーカップの影を描きます。このくらい暗くですよね。どうでしょう。ほらね、ティーカップが地面にしっかり置かれたって感じになったでしょ。ここだよね。影をしっかり描いてみるということです。さて、では今度は模様を描きますよ。模様は最初のティーカップの内側の楕円に合わせて描いていきます。ただここで見てほしいのは、模様を同じ強さで描かないということですね。日陰の方の模様をしっかりと、日向の方の模様は弱く。こうするとね、ちゃんと空間が、日向日陰の空間が見えてくるんですね。ここもポイントですよ。はい。どうかな。雰囲気見えてきた？ここもね、楕円に合わせて描きます。さあ、もうできたようなので、じゃあちょっと色を置いて楽しんでから、はい。どうかな。これで出来上がりですよ。これでしたね。はい。これで見えるかな。ねえ、水彩画の基本の木、ティーカップを描きました。いくつかポイントありましたね。まずこの、円筒形なんですけどね。そういうものの形の捉え方。
楕円の描き方ね。上の楕円とこの下の楕円では下の方が少し丸く見えるんですね。うん。ぐるぐるぐるっとね、描きます。あと、ティーカップ描くときはね、この取っ手の部分がね、結構ポイントになるんですね。はい。あとこの白いティーカップなんですけども、ただ白じゃないっていうことですね。ちゃんと日向日陰を色で描き分けて、それがさらに白いカップに見えるように背景をちゃんと暗く塗るということでした。さあ、どうでしたか？参考になってくれたら、柴崎もとっても嬉しいです。はい。さあ、ということで、またね、この水彩画の基本の木、いろいろとやってみたいと思います。ね、楽しんでお待ちくださいね。また次回、違うテーマ、違う作品で、あなたと柴崎お会いしたいと思ってます。そうそう。今回もね、最後まで長い時間見てくれて本当ありがとう。またすぐにお会いしましょうね。はい。どうもありがとう。はい。お元気で。柴崎春道公式オンラインサロン。シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴集メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴集のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシーバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしく